覚えておこう。脱税したらどうなるの？これで完璧。4ステップ。1、税務調査の開始対象。まずは税務署や国税局が怪しいと目をつけた段階です。1任意調査。国税通則法に基づく行政調査。年間約60万円所得税法人税後計実施される実務上最も一般的な調査です。根拠法令。国税通則法第74条の2から第74条の6質問回答権に基づきます。納税者には受任義務があり、拒否や虚偽答弁には1年以下の懲役または50万円以下の罰金。同法第127条という罰則が存在します。実施数と割合。例えば法人税の調査対象となるのは全法人の約 3% 程度、年間約9万円です。申告漏れが見つかる割合は調査対象の約7割に上り、そのうち意図的な隠蔽重加算税対象と判断されるものは約2割に達します。スケジュール。事前通知。実施の2週間前に電話連絡。実地調査。通常2から3日間。反面調査。必要に応じて銀行や取引先へ確認。修正申告構成。調査開始から約1から3ヶ月で決着。2強制調査。国税反則調査手続きに基づく刑事調査。脱税額が大きく悪質な事案のみを狙い撃ちにする査察です。根拠法令。国税通則法第131条質問。検査及び領地等に基づきます。裁判官が発行する令状により強制的な捜索差し押さえが行われます。実施数と1億円の壁。国税庁の発表例は5年度によると、査察に着手した件数は年間130から150件程度。非常に狭きもんですが、着手された場合の刑事告発率は約 70% と極めて高確率です。1件あたりの平均脱税額は約8000万から1億円。加算税等を含めた追徴税額は平均で 1.2 億円を超えます。スケジュール。内定調査。着手前の半年から1年間、隠密に銀行口座や行動確認を実施。着手 X で早朝一斉捜索。証拠品は全て領地押収されます。取り調べ。数ヶ月にわたり査察官による連日の取り調べ、告発、証拠が固まり次第検察庁へ引き継がれます。数字で見る脱税のインパクト。国税局が公表している直近のデータでは、査察によって告発された事案の有罪率はほぼ 100% です。また判決における罰金額は脱税額の2割から3割が相場となっており、本税と重加算税 40% を合わせると隠したお金のほとんどが消え、さらに多額の負債を抱える計算になります。2、追徴課税の決定。行政処分。調査の結果、脱税が認定されると本来納めるべき税金に加えてペナルティが課されます。この時点で本来の税額の 1.5 倍2倍近い金額を支払わなければならないケースも珍しくありません。追徴課税とは、本来納めるべきだった本税に加えてペナルティとして課される加算税と利息にあたる延滞税の合計を指します。1、加算税の種類と税率。国税通則法第65条から第68条。申告の状況や悪質性に応じて以下のいずれかが課されます。脱税とみなされるケースでは最も重い重加算税が適用されます。2、延滞税の計算。国税通則法第60条。税金の納付が遅れたことに対する利息です。原則的な税率納め期限から2ヶ月を経過するまでは年 2.4%、 それ以降は年 8.7% 例は6年時点の特例レートが課されます。特徴調査によって数年前の不正が発覚した場合、その期間分の利息が全て遡って加算されるため、本税が多額であるほど雪だるま式に膨れ上がります。3、合計支払い額が本税の 1.5 倍を超えるシミュレーション。例として3年前に1000万円の所得を隠蔽脱税していた場合の資産を提示します。本税所得税と約300万円所得に応じた税率とかで重加算税 35%、 300万円 ×0.35、 105万円。延滞税3年間分約60万円。期間や特例により変動。合計納付額300万円、105万円、60万円、465万円。この場合本来の税金の 1.5 倍を支払う計算になります。不申告かつ悪質なケース。重加算税 40% ではさらに比率は高まり、本税の2倍に迫ることもあります。4、地方税の追徴。国税所得税や法人税の調査結果はそのまま地方自治体へ通知されます。住民税の追徴。国税の修正に伴い住民税も増額されます。延滞金。自治体独自の延滞金。国税と同様の比率が発生します。このように行政処分だけでも隠した利益を上回るキャッシュアウトが発生する仕組みになっています。3、刑事告発司法手続き。脱税額が多額。一般的に1億円程度が目安と言われますが、悪質性によりますな場合、国税局は検察庁へ刑事告発を行います。逮捕起訴。検察が捜査を行い裁判所に起訴します。脱税は国家に対する詐欺とみなされるため刑事罰の対象となります。裁判所で有罪無罪や刑罰の内容が争われます。1、刑事告発の基準と現状。国税調査察の概要より国税調査察部マルサが調査を行い検察庁へ引き継ぐことを告発と呼びます。告発の目安金額。長年脱税額1億円がボーダーラインとされてきましたが、近年は小口化が進んでいます。令和5年度のデータでは告発された事案の1件あたりの平均脱税額は約8800万円。本税のみとなっています。
手口が巧妙な場合や消費税の不正受け還付などは数千万円規模でも告発対象となります。告発率、令和5年度全国で査察調査が完了した151件のうち101件約 67% が検察庁へ告発されました。マルサが動いた場合、3分の2は刑事事件へと発展します。未逮捕拘留と基礎刑事訴訟法に基づく身柄拘束、告発を受理した検察庁は証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断した場合、警察と協力して強制執行逮捕に踏み切ります。拘束期間、逮捕から最長22日間勾留延長を含むの身柄拘束を受ける可能性があります。脱税事件は関係者が多く証拠隠滅が容易なため勾留が認められやすい傾向にあります。起訴の重み、日本の刑事裁判における有罪率は 99% 以上ですが、こと脱税事件査殺事案に関しては令和5年度の一審判決83件において有罪率は 100% を記録しています。起訴ほぼ確実に前科がつくことを意味します。3裁判と罰則所得税法、法人税法等の罰則規定、脱税は国家に対する詐欺として厳しい懲役刑と罰金刑が用意されています。根拠法令所得税法第238条、法人税法第159条など偽りその他不正の行為により税を免れた者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課されます。陛下、罰金の引き上げ規定脱税額が1000万円を超える場合、罰金の額は脱税額と同額まで引き上げることが可能です。例えば1億円脱税すれば罰金も最高1億円。実刑判決の割合、多くの場合は執行猶予がつきますが、令和5年度は判決を受けたうちの約 10% 9名に実刑判決刑務所への収容が下されています。最も重いものでは脱税事件単独で懲役4年の判決が出ています。スケジュールの全体像、内定期間半年から1年、周囲に気づかれず証拠を固める、強制調査 X で1日一斉捜索、検察官送致告発、着手から数ヶ月後、裁判、起訴から数ヶ月から1年程度で判決、刑事告発まで至ると税金を納めるだけでなく社会的な地位や自由、そして脱税額と同等以上の罰金を一気に失うことになります。4、判決と社会的制裁、最終的に裁判所から判決が下されます。懲役刑と罰金刑、脱税には懲役最高10年と罰金の両方が課されることが一般的です。前科、有罪判決が出れば前科がつきます。社会的信用の失墜実名で報道されることが多く、会社の倒産、役職の解任、資格の剥奪、税理士や弁護士などといった金銭以外の甚大なダメージを受けます。刑事裁判の結末は単に刑務所に行くか行かないかだけでは終わらないのです。1、懲役刑と罰金刑の並行。脱税事件の最大の特徴は懲役刑、身体刑と罰金刑、財産刑が同時に課される点にあります。根拠法令所得税法第238条、法人税法第159条等条文には懲役及び罰金を経過することができると明記されています。罰金の相場、裁判では脱税額の 20% から 30% 程度が罰金として課されるのが通例です。例1億円を脱税した場合、約3000万円の罰金が本税や追徴課税とは別に課されます。もし罰金を支払えない場合は労役は労役場に留置され、1日1万円程度の換算で作業に従事することになります。2、前科がつくことによる法的制限、有罪判決、執行猶予を含むが確定すると即座に前科として記録されます。資格の欠格事由、以下の資格を持つ者は法律に基づき資格を剥奪または登録を抹消されます。事業、税理士法、弁護士法、公認会計士など、役員、銀行や金融機関の役員、建設業の許可を維持する役員など、海外渡航の制限、パスポートの発行が制限されたり、アメリカのエスタなどの入国ビザ申請時に前科の申告を求められ入国が困難になる場合があります。3、社会的信用の失墜と実名報道、脱税額が一定規模を超えると検察や国税庁が広報資料を配布するため新聞やニュースで実名報道されるのが一般的です。取引停止と融資の引き上げ報道によって銀行の反社会的勢力コンプライアンスチェックに抵触し、銀行口座の凍結や融資の一括返済を迫られるケースが多く、これが原因で会社が倒産に至る例が非常に多いです。インターネット上のデジタルタトゥー名前脱税者名逮捕というキーワードが検索結果に残り続け、その後の再起や就職、家族の生活に長期的な悪影響を及ぼします。5、最近の有名脱税事件、一夜を知る王子こと三崎優太氏の法人税法違反事件。 SNS やメディアで多大な影響力を持っていた若手経営者が強制調査の末に逮捕された象徴的な事件です。事実関係、2019年2月、東京地検特捜部と東京国税局査察部が共同で着手、架空の広告宣伝費を計上するなどの手法で約1億8000万円の法人税を脱税した疑いで逮捕・起訴されました。査察のポイント、本人が SNS で多額の納税をアピールしていましたが、裏では知人の会社を介した架空取引などで利益を圧縮していました。マルサはこれを悪質な隠蔽工作と判断し強制調査に踏み切りました。結末、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決。本税に加え
重加算税や延滞税など多額の追徴課税を納付することとなりました。2アニメ制作会社 UFO テーブル UFOTABLE 脱税事件。人気アニメ「鬼滅の花」などを手掛ける制作会社とその社長が告発された事件です。事実関係。2020年6月、東京国税局が告発。店舗の売上金現金を金庫に隠し、所得を約4億4000万円少なく申告、法人税など約1億3800万円を脱税した疑いです。査察のポイント現金商売コラボカフェ等の売上を帳簿に記載せず、社長個人が管理する複数の金庫に現金を隠し持っていました。全国に展開するカフェ店舗への一斉捜索が行われ、証拠物件が押収されました。結末、社長に対し懲役1年8ヶ月、執行猶予3年の有罪判決。会社には罰金3000万円が課されました。三元タレント派が検事容疑者の強制調査。2024年2025年、過去に刑事事件を起こした人物が再び脱税という文脈で査察の対象となったケースです。事実関係。2024年秋から2025年にかけて大きく報じられた事案です。不動産の売却益や家賃収入をめぐり財産を隠蔽した疑いで愛知県警と名古屋国税局査察部が強制捜査家宅捜索を実施しました。査察のポイント強制執行妨害などの容疑も絡んでおり、差し押さえを免れるために資産の名義を書き換えるなどの偽装工作が疑われました。単なる計算ミスではなく、法的手段をかいくぐろうとした悪質性が査察着手の根拠となっています。結末、現在も捜査手続きが進行中ですが、実刑判決を受けた過去があるため、司法の判断が非常に厳しくなると予測されています。これら3件に共通する査察の条件。脱税額の大きさ、1億円前後またはそれ以上が一つの目安。隠蔽の悪質性、二重帳簿、架空経費、現金隠し、名義なしなど意図的な工作があること。社会的影響、有名人や人気企業など見せしめ一般予防効果としての意味合いが強いケース。まとめ脱税の末路。脱税で隠したお金よりも追徴課税、罰金、弁護士費用の方が圧倒的に高くなるようにできています。さらに社会的地位も失うため、文字通り割に合わない行為と言えます。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。